19。こんにちは、ハッピーカムの松浦幸です。今日は食虫植物サラセニアをメインにブーケを束ねたいと思います。虫が飛んできてこの中に入ってガブガブします。説明がね、食虫植物かっこいいですね。そして黒ほおずき、このよく見ると、お花のつぼみがこうねついているものと、このお花が咲き終わった後にはこの中にほおずきの実がなっています。球体のね可愛らしいのがついています。この黒ほおずきを、この2種類をメインに束ねたいと思います。その他にはスモークツリー、カラーのピカソ、セアノサスのヘンリー・ディスフォセ、別名カリフォルニアライラックです。そして、ティナスベリーそしてスカビオサ、黒ひえのフレークチョコラータ、そしてクレマチス、以上を束ねたいと思います。ちょっと大人なね、ダンディーなかっこいい雰囲気のある黒がポイントに効いた、ブーケになりますので、ぜひ楽しみに見ていただけると嬉しいです。はい、では束ねてみましょう。このサラセニ食虫植物をメインに束ねていきます。この植物は植物はすごく個性的なので、色のトーンであるとかを少しアンティークだったりかっこいい雰囲気のものに合わせていくと非常により個性が出てかっこいいと思います。黒ほおずき、この黒ほおずきはこのボール状のところがキュキュンとこう踊るような跳ねるようなイメージで足していくと素敵ですね。はい、スモークツリー、モフモフ、このね梅雨ならではのとってもかっこいいブーケ、この暑さがね強まってくるとイエローオレンジだったりのビタミンカラーっていうのをよくね見られることが多いと思うんですが、そうではなくってこんな印象的なかっこいい色合わせっていうのもこの時期ならではの、花材となりますので、思い切ったちょっと色合わせしていきます。はい、黒ひえもいいですね。この黒ひえをライムグリーンの飛ばすね小花なんかに変えていただいても爽やかに、ちょっとかっこいい、かっこ爽やかみたいな雰囲気にはなるんですが、思い切ってここのね黒ほおずきの後ろ側が黒色なので、こことティナスとこの黒ひえでグッとシックなトーンを、増すように入れています。クレマチス、もうここですごくなんか色っぽいですね。綺麗。このねサラセニアはパキパキっとここの幹がパキッとこう折れやすいので、取り扱いちょっと斜めにしすぎてしまったりするとパクッと折れやすいので気をつけてください。このサラセニアの鉢もすごく面白い形をしているので、ぜひ今の時期はお花屋さんにいろんな夏のこういう食虫植物の鉢物も並んだりしますので、ぜひちょっと動物園みたいね、この時期ってね面白いものがたくさんあって
本当に生きてるみたい。生きてるんだけど動き出しそうですね。パクパクね。面白い。はい、カリフォルニアライラックもかっこいいですね。よいしょ。ここの手元結束部分には絶対葉っぱを巻き込まないようにしていきます。はい、黒ひげをたっぷりとタフッと入れていって、スモークツリーを周りにも入れていきます。今日はタイトめに作っていきます。大きさではなくてギュギュッと上質に作りたいと思います。忘れてましたもうこのカップに入れてたらあかんね。私絶対忘れるね。最初の1本からこの子が今日主役ですから、たっぷりと入れていきたいと思います。もう画面の向こうで皆さんまた忘れてるってもう気づかれてるかもしれないはねちゃん気づいてた？今ね、この携帯の画面にちょうど映ってなくて。忘れてた？でも入ったらほらより一層。ねえ、可愛いよね。はい。こんなね、癖のある子も踊ってくれますので、しっかりと入れていきます。はい。ではちょっと真ん中にある大きいねクレマチスの葉っぱ。こんな風にお花を邪魔してしまうようなものはもうカットしてしまいましょう。はい。しっかりと腕を伸ばして全体図を見てチェックします。はい、完成です。サラセニアと黒ほおずきのブーケ。かっこいいできた。かっこいいね。渋い激渋ブーケ。サラセニアブーケは販売できそうですね。見たい人多いと思う。いかがでしょうか。黒ほおずきです。普段そんなに入らないものたちやから、かっこいいな。なかなか店頭で買えないです